お兄ちゃんうるさい。目覚まし止めて。お兄ちゃんおはよう。朝ごはんできてるから早く食べてね。いつもすまないね。それは言わない約束でしょ。いいから早く起きる。さっさと準備。お兄ちゃん遅い。もう時間あんまりないよ。はい、よくわかってます。小町、お兄ちゃん病気かも。はいはい、お兄ちゃんはいつも病気。今度は何？ホームシック？5月病？新型うつかな。新入社員みたいなこと言ってないで、さっさとご飯食べちゃってね。小町まで遅刻しちゃうよ。すまん、急ぐわ。ごちそうさん。はい、お粗末様でした。じゃ、そろそろ行ってくるわ。お兄ちゃん、ハンカチ持った？ティッシュは？忘れ物してない？お前は母ちゃんか。まあね、小町、嫁度高いからね。お兄ちゃんさえ片付けばいつでも嫁ぐ準備はできてるよ。小町が嫁ぐ日は永遠に来なそうだな。どうかな。案外早く来る気もするけど。お兄ちゃんそんなこと許しませんよ。小町が家を出るだなんて。はいはい、まだ全然先の話だから気にしないの。いいから早く出る準備。おお、ありがとな小町。お前も忘れ物すんなよ。小町も初詣で買ったお守りつけてこう。ご利益あるといいな。そこは信じるしかだよ。じゃ、いってらっしゃい。お前も気をつけていけよ。およ。お、予令だ。新年早々、学校での第一声がため息か、引きがや。おはよう。おはようございます。君はもう少し覇気のある挨拶はできんのか。それだけでも十分印象はどうした君たち。今日は少し落ち着きがないな。少し雑談でもするか。今朝配られた進路希望調査票だが、以前配ったものは大まかな希望だったが、今回のものは春以降のクラス分けの基準にもなる。今後の進路にも影響するものだから真面目に書いておけよ。あと生徒会主導で進路相談会もある。卒業生が相談に乗ってくれるぞ。希望者はぜひ参加したまえ。ちなみに提出期限は今月末までだからな。書き終えたものは各自提出しに来るように。こうして悩めるのも若者の特権だ。たっぷり悩んで決めるといい。で、みんなどうする？進路。うちはとりあえず文系かな。あれ、理系じゃないの？
確か薬剤師の資格取れって親に言われたって。でもさ、うち正直理系苦手だし。ああ、親うざ。っていうか、クラス別々になっちゃうの寂しいよね。数学嫌いだけど、私理系にしようかな。葉山くんって理系っぽいし。じゃあ私も。あ、そっか。クラス分かれちゃったら話しかけるタイミングもないしね。よう。いや、なんか用か。これ小町ちゃんにあげてほしいんだけど、冬休みの時はありがとう。つまんないもんだけど俺。そうか。すまん。でもまあお互い様だと思うんだが、飯もごちそうになっちゃってるし。まあいいから。じゃ。それにしてもさ、雪の下さんのクラスって分離のクラス分けって関係ないじゃん。元からクラス別で付き合ってるって、もしかして最強ってやつ？言えてる。頭いいから受験勉強に追いまくられるとかなさそうだし。っていうかそこどいてほしいんですけど、邪魔。は？あんたが塞いでんでしょ。はあ？あ。ユキノ、大丈夫かな。ま、心配するのは会ってみてからでも遅くないだろう。それもそうだね。ところでさ、ん？さっきとなんか話してなかった？おう、見てたのか。別に気になったとか見てたとかじゃなくて、ちらっとね、視界に入ったというか視覚に入ったっていうか、なんかもらってたみたいだし。ああ、冬休みのお礼だってさ。冬休みにさっきとなんかあったの？いや、小町と川崎の弟の受験勉強をちょっと手伝っただけだ。そっか。私も行けばよかったな。成績悪いし。いや、お前は高校入試じゃないだろ。あ、そっか。進路希望書配られたんでちょっと焦っちゃっておや、引きがや。君は進路相談受けていかないのか？先生。いや、俺はもう私立文系一択で決めてるんで。力強い返事なのは結構だが、君にはもう一歩先のことも考えてほしいな。先のこと？それなら専業主婦。バカ者！痛い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 っ
もう少し現実を見たまえ。現実が苦しいからこういう選択をですね。まったく君は。何か興味あることとかないのか？興味があることなら趣味にしますよ。好きなことを仕事になんて人生そのものが辛くなりそうだし。うん。君の言うことも一理あるか。なんとも引きがやらしいな。まだ時間はある。もう少し考えてみるといい。もうちょっとで始まりそうだぞ。うん。お前進路相談とか来るんだな。一応あんたこそ相談受けんの？いや、俺は設営の手伝いで借り出されてな。つうかお前進路相談なんて必要あるのか？いや、私は進路相談っていうよりスカラシップの件もっと確実にしときたくて。成績とか。ま、お前なら大丈夫だろう。そうかな。だといいけど。で、あんたは進路？ああ、俺は専業主婦志望だから。何それ。あんたが専業主婦になるのは勝手だけど、そうしたら誰が家族を養うわけ？なんでもない。うち兄弟多いし、両親も共働きで大変そうだなっていつも思うし、ちょっと嫌味で言っただけ。忘れて。まあうちも共働きなんだけどな。確かにお前くらいは料理できるようになんねえと務まんないだろうけどな、専業主婦。あんたが言うほど楽じゃないんじゃないの？別に私がすごいって話じゃなくて、年季っていうか。お前料理歴長そうだもんな。親忙しいし、ちょっとでも手伝いたかったからね。弟たちにもちゃんとした食事させてやりたいし。すごいな。うん、そう？そういえばこないだもらったやつ小町喜んでたぞ。俺も食ったがうまかった。あんたも食べたんだ。そうならよかった。そういえばさ、週末暇？おお、何かあるの？ケイカがさ、あんたと遊びたがってんだけど、よかったら付き合ってくんない？そうか。週末はまあケイちゃんに頼まれたら仕方ねえよな。悪いけどよろしく。おお。じゃあ私そろそろ行くから。おう。相談役に立つといいな。
イちゃん、走ると転ぶから。ペンギンさん逃げちゃうよ。急に近づいたらペンギンさんもびっくりしちゃうよ。ケイちゃん、もっとそーっと近づいてごらん。付き合わせてごめん。いや、暇だったしな。お、気をつけないと怪我しちゃうだろう、ケイちゃん。間一髪だったね、はーちゃん。難しい言葉知ってるな、ケイちゃん。賢い？ああ、賢い賢い。ほらケイちゃん、はーちゃんにあんまり迷惑かけたら嫌われちゃうよ。はーちゃんケイ君のこと嫌い？そんなことないぞ。大丈夫。ケイちゃんは俺のお友達だからな。ケイ君お友達やだ。はーちゃんとさーちゃん、パパとママみたいなの。だからケイ君のパパその2がいい。ケイちゃん、変なこと言わないの。こら、ほっぺつっつくぞ。お、やったな。そうだ、でっかいだろう。そうか、おいしそうか。クラゲさんだ。ゆらゆら。マジで生き物好きなのな、ケイちゃん。あんたやっぱり子供あやすの上手だね。俺は妹と名の付くものはあまねく得意だからな。その、また遊んでやってくんない？もう俺でよければ。なあ、小町。飯食い終わったらちょっと話聞いてくれるか？前に話したかもしれねえが、新学期からいろいろと大変でな。まあ終わってみりゃどうでもいいことなんだけどな。そんなことがあったんだね。でもなんとなく大変そうなのは分かってたかな。分かってたのか。伊達にお兄ちゃんの妹やってないからね。これ小町的にポイント高い？それ言わなきゃな。お兄ちゃんの周りってめんどくさそうな事情の人多いもんね。まあ大概その葉山ってやつ絡みなんだけどな。って葉山って覚えてるか？無駄に爽やかな人でしょ？夏合宿で会ったよね。
兄ちゃん大丈夫？小町何か変なこと言った？いや、何も変じゃない。むしろ正しいことを言った。あ、そう？っていうか、だいたい進路なんて人にどうこう言われて決めるもんじゃないと小町思うんだよね。自分の人生なんだし。それは完全に同意だな。小町は小町なりにしっかり人生計画立ててるし。え、そうなの？お兄ちゃんに教えて。ないしょ。それよりお兄ちゃんは？ああ、専業主婦だ。小町、別の答えが返ってこないかなーってちょっと期待してたんだけど。簡単に夢を諦められるか。夢は見るもんじゃなくて叶えるものだからな。その辺の軸のぶれなさには自信がある。そういうどうでもいいところはともかくとして、お兄ちゃん最近ちょっと変わったような気がしてたし、ちょっとは人生に対して真面目になったかなーって。いやいや、俺はいつだって真面目だぞ。それに変わったところもちゃんとある。立派な専業主婦になるには料理ぐらいできるようにならないとな、とか。まあ変わったといえば変わったのかもだけど、それ根本的に変わってないし、小町もう心配し飽きたよ。まあお兄ちゃんと夢の話なんかしてもしょうがないか。そもそも誰もが夢を持たなきゃいけないって考え方がおかしいんだろう。はいはい、ごみーちゃんごみーちゃん。小町の脳内にはお兄ちゃんの老後の世話をしながら今みたいな憎まれ口を聞く将来が見えたよ。いや、小町に老後の世話をしてもらうことには同意するが、憎まれ口どころか高校時代ブイブイ言わせてた武勇伝を孫に自慢するつもりだけどな。俺の話はともかく、高校からあとは家庭の事情ってやつが絡んでくるからな。葉山や雪の下あたりは大変そうだ。老後の世話をするのは同意なんだ。小町は家庭の事情より兄の心配をしないとだね。しっかりしたお姉ちゃんが欲しいよ。ないものねだりは良くないぞ、小町。でもしっかりといえばさきさん、大志くんのお姉さんはしっかりしてそうだよね。進路どうするんだろうね。でもって何？でもって話のつながりおかしくない？だいたいは川崎さんでしょ。お兄ちゃんお世話になってるんだから名前くらいちゃんと覚えてね。まあ川崎は兄弟が多いから大学進学とかそれなりに大変みたいだが、けど努力でどうにかしようとしてるし、進路も決めてるからしっかりしてるよ、ほんと。スカラシップ目指してるんだよね。さきさんしっかり者の頑張り屋さんっぽいもん。それに実は優しいしお料理上手だし、ああいう人がお兄ちゃんもらってくれると小町安心なんだけどな。おい、さっき俺の専業主婦の夢をバカにしてただろうが。もちろん冗談に決まってるでしょ。さきさんがお兄ちゃんのこともらってくれるわけないじゃん。だから真面目に人生考えてね。善処します。